どうもこんにちは、エンジン太郎です。いよいよエンジン本体は一通り終わったので、この後はスターターですね。今回キックついてますが、ちょっとキックするの大変なんだし、あとは連続してぐるぐる回したいのでドリル使うことにしました。こういうのですね。シミュレーターの時もやってますけど、これがここにブスッと刺さってぐるぐる回せるようなものを作っていきます。そうすれば比較的簡単にスターターとして使えますね。ここの穴に爪引っ掛けて回すような形にしますね。でそういう部品をまず作ってきますね。このフライホイール回すのですが、真ん中センターをまず測ってと。それで穴ピッチ測りますね。これほとんど同じだよね。で穴の径がだいたい8ミリ。こんなもんだね。よし。じゃあここの部分設計していきますね。比較的簡単な部品でも CAD で一度設計をしておくと迷いが出なくて作業が進みやすいです。図面引いてきたので、こういう部品を作ってきます。ドリルの先っちょにつけるものですね。ちょうどいい材料がないな。あまりがこいつぐらいなので、これでやっちゃうか。2ピースに分けるしかないですね。べらぼうに精度がいる場所じゃないので、もうその方が楽かな。断面を整えたら外形をきれいにしていきます。外形は反転して掴む時のために整えるので、寸法的には適当で大丈夫です。中心の穴の中ぐりを準備していきます。まずはセンタードリルで下穴をつけてドリルを拡大していきます。あとは中ぐりをやって所定の寸法にしていきます。あまり精度がうるさくないのでかなり気が楽ですね。最後に内側に R をつけて、こちらの面での作業は一旦終了となります。よいしょ。反転させて反対側も削っていきます。全体を削ったら最後に貝先加工をして溶接に備えておきます。そしたらドリルチャックのつく時空系側を加工していきますが、ここでは溶接の準備だけ進めていきます。
はい、こんな感じで一旦これで、溶接に移ります。こういう感じでくっつくんですよね。まだ削りしろ残してるので多少歪んでも問題はない状態ですね。これくっついたらこっち側にドリルチャックがつくようなシャフトを作っていきます。それでは2つの部品を溶接していきます。はい、いい感じでついてますね。あとはシャフト部分を作っていけば OK です。ではドリルチャックで加える部分を作っていきます。一応ある程度ですがセンター出しはやっておきます。よし、これで13ミリと、13.0、よいしょ、これで OK と。はい、これでドリルが加えられるようになったので、あとここ外周もう少し落とします。はい、これでだいぶ軽くもなりましたね。あとは4箇所穴開けしてピン入れてピンを斜めに削れば OK ですね。はい、あとはこの4つ穴ですね、開けていきます。はい、4つ穴開きましたね。途中でカメラのバッテリー切れて撮れてませんでしたが、とりあえず出っ張りの部分を棒を作ってあります。だいたい問題なくつきましたね。あとこっちを少し削れば OK です。はい、これで斜めになったので、あとヤスリでちょっと仕上げてスタータークラッチ完成します。こっちに回すと、だいぶ軽く外れるようになりました。結構下に押さえてても外れるぐらいがちょうどいいですね。
クラッチの部分ができたので、クラッチが取り付けられるように土台ですね、ドリルを取り付ける土台を作っていきます。次ははい、今ここ上2箇所下1箇所の3箇所開けました。でアングル側は長穴にします。下の土台側はナットリベットかなんかで留めちゃおうと思います。よっしゃ。では長穴開けていきます。はい、座繰りちょっとだけ作りました。ナットリベットを打った分避けられますね。これだけ調整できれば問題ないです。あとドリルのなんかアタッチメント的なのを買ってあるので、これでドリルを固定しますね。ドリルを固定する土台ですが、これはもう図面化してないので、現物合わせと目検討で全て進めていこうと思います。まあ左右の高さも少しは調整できるんで、これでいけるでしょう。はい、これでベースになるプレートできましたね。いけるね。仮のスロットルですが、まあこんな感じでテスト用スロットルができました。でキルスイッチもここにしました。結局さて、とりあえずオイル入れたので少し循環させてみますか。溢れた溢れた。一番にも回ってきたと。はい、これで始動準備できました。一通りは終わったはずです。さて、準備も整ったので、いよいよ起動試験ですね。始めていきますが、まあ、さすがに1回で起動するとは思っていません。まあ、初爆ぐらい来たら嬉しいなと思うけど、そこまで期待しないようにはしてます。当然、どこかしら設計ミスがあったり、製造ミスがあったりで、問題があるんじゃないかとは思っていますが、まあ、それでも、とにかく、とにもかくにも1回目の起動試験までたどり着きました。1回で来るわけがないっちゃわけがないので、ランキングツールがまたすごいコンセントさしておお OK 今
障害のところが取れました。でも今だから諸爆があったからこれ取れたんだろう。いや逆に回ったんじゃねえの？真ん中取れてるし、でも煙出たと。煙出たよ。諸爆あったね、一瞬だけど。なんとかドリルを修理してさらに起動試験を続けていきます。爆弾入れた。出た。ダメか。なんだなんか一瞬いけた感が。マー君来てる感じはしないな。ちゃんとグラムなんか吸い込みある？あんま吸い込んでないっぽいな。あんま吸ってないからね。じゃあさっきの爆は何だったのか。火は飛んでんだな。まあなんかとんでもないとこから出てきてる。はい。これでも油だ。油だね。油か。ガスケット吹き抜けてるかこいつ。まあ吹き抜けるかもしれないけど、でもかかるな、吹き抜けたら。多少吹き抜けたぐらいだってもかかるよ。あ、でも結構だよ。結構ポッポ出てって。いやそれなりにあるわ。これキャバ。吸ってるな。キャブなし。ダメだね。点火してないな。ダメっぽいね。ダメだね。ダメか。なんか一瞬いけるかって思ったんだけどね。吹き抜けも気になるし、コンプレッションは測りたいしっていう感じかな。休憩は一瞬かかった。知ってるんだけどな、あとちょっとだ。ドリルが完全に離れてからエンジンの音がするじゃん一応。安定はしない。先ほどと同じシーンですが、スマホで撮った別画角のものです。
さて、なんとか始動したので、一回ばらして状況を確認します。あとやっぱオイル漏れがひどいですね。予想はしてましたが、油圧かけるとあっちこっち漏れてきちゃいますね。見えるかな。シリンダーとヘッドの周りですね。特にヘッド周り、あと結構オイル上がってるか下がってるか、まあとにかくあっちこっちオイルだらけなので、ここのまずなんとかしないとですね。まあでも少なくともエンジンの音が聞こえました。まあこのために2年間頑張ったようなものですね。いやーしかしギトギトだな、あっちこっち。とにかく一度ばらして状態を確認します。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。ちょっと一段落ついたので次回少しゆっくりめになるかもしれません。